どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイのヒーロー詳細解説ということで、キングオブファイターズ、コラボイベントで実装された、新規兵ヒーローの知らぬい舞についてやっていこうかなと思います。彼女、今回のコラボの目玉とだけあって、もうめちゃめちゃ強いです。間違いなく、トップクラスのヒーローで、今後、必要不可欠になる、ヒーローになるんですけども、スキルが少し複雑だったり、才能の振り方。これが結構難しいんですよね。で、才能に関しては、これまでの、移動速度特化の才能でもいいんですけども、この知らぬいは、火力を出しつつ、第4スキルのおかげで、ヒットアンダーウェイで、立ち回っていくのも結構強いので、それに合わせた才能にするのも、かなりおすすめです。彼女の100% の力を発揮させることができれば、もう大活躍間違いなしなので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、前置きはこれくらいにしておいて、早速やっていこうと思うんですけども、まずは第1スキル。白鷺の舞というスキルで、もうめちゃめちゃ強力なぶっ壊れスキルです。扇状の範囲にいる最大2体の敵に、ダメージ係数が4500の持続ダメージを与えていって、25% の移動速度のデバフを3秒間相手にかけていくことができます。そしてこの持続ダメージ、何秒間かは書いてないんですけども、これは3秒間持続します。なので、合計のダメージ係数は13500になって、これが2体に当たるんですよ。そしてなおかつ、移動速度のデバフもかけていけて、これって強すぎません？ダメージ量も半端ないんですけど、この移動速度のデバフがもう結構でかくて、戦っている時、じゃあ狙われた時ですね。じゃあその時って、ある程度ダメージ食らっちゃったら、その部隊戻すじゃないですか。ただ、その撤退中にも相手の攻撃をたくさん食らっちゃって、削られちゃうんですけども、ただ、集団戦だったら、相手の追撃部隊を、こちら側に引き込めるので、逆にその追撃してきた部隊を味方の部隊で攻撃していって、相手にもしっかりとダメージを与えられるんですよ。で、集団戦っていうのは、その押し引きの繰り返しになるので。ただ、この移動速度のデバフがかかれば、撤退速度も遅れちゃうので、自陣側に引き込めなくなるんですよね、敵が。で、また、ウォーター戦争でも、この相手の撤退速度を大幅に遅らせることができますし、バウンティーでも、追撃しきることができるので、集団戦でも、小規模な野戦でも、大活躍なのはもちろん、ウォーター戦争だったり、バウンティーでも、もう大活躍の、スキルになるのかなと思います。では次に、第2スキルを、見ていこうと思うんですけども、ちょっとこれ、3文字目が読めないので、第2スキルの、忍法という言い方に、させていただければと思うんですけども、こちらは、騎兵の HP を、20% 増加させて、基本攻撃ダメージを 33% 増加させてくれます。騎兵の HP を、20% 上げるのは、そのままなので、置いておきたいんですけども、基本攻撃ダメージを 33% 上げるのをどう見るかですよね。ただ、私はこれ、もう全然問題ないスキルだと思ってます。で、なぜかというと、白縫いは、移動速度を捨てて、もう火力特化で、使うこともできるんですけども、移動速度と、火力を兼ね備えた使い方をするのがメインなので、スキル才能を振りまくったヒーローのアシスタントで使うというよりかは、
野戦才能を、振っていって、バランスよく使っていきたいんですよね。で、そうすると、スキル回転っていうものは、どうしてもスキル型のヒーローよりかは遅くなってしまって。で、そうなると、彼女が与える全体のダメージの中での割合を考えたときに、それなりに基本攻撃ダメージの割合があるんですよ。なので、その基本攻撃のダメージを上げていけるというのは、もう全然問題ないのかなと思います。では次に、第3スキル。花鳥線というスキルで、騎兵攻撃を 30% アップ。そして、移動速度を 15% アップ。これはわかりやすいスキルではあるんですけど、十分ですね。単純な、ステータスアップ系のスキルって、ステータスアップの合計値が 40% というのが、一つの基準になってるんですけども、このスキルは、合計で 45% あるので、そしてなおかつ、彼女を使う上で、もう一番って言っていいほど欲しい、もう移動速度を上げていけるので、もう十分に優秀なスキルと言って良いのかなと思います。では次に、第4スキル。ムササビの舞というスキルで、こちらは覚醒させると、強化されるタイプのスキルなので、覚醒後の値で、お伝えしようと思ってるんですけども、騎兵攻撃を 30% 増加させて、バトル終了後、部隊が 50% 以上、残っている場合、5秒間移動速度を 45% 上げてくれます。まず、騎兵の攻撃力アップは、そのままなんでいいですね。で、気になるのは、このバトル終了後、部隊が 50% 以上残っている場合、5秒間移動速度が 45% 上がるというところですよね。もうこれって、そのまんまの効果ではあるんですけど、これが一番活躍するのって、相手が自分より移動速度が高くて逃げられちゃう時ですね。結構、バウンティーだったり、ウォーター戦争だと、追撃してる時に、ターゲットが切れちゃって、相手に逃げられちゃうことってあるじゃないですか。ただ、このスキルがあれば、もう話は別で、もう相手に逃げられてしまう。すなわち、ターゲットが切れたら加速することができるので、相手を削っていけるんですよ。で、また、自身が撤退するときにも、追撃されてたら、意味ないんですけど、押し引きしてるときなんかは、ターゲットされてないときも結構あると思うので、かなり役に立つスキルなのかなと思います。そして彼女は、それだけではなくて、もう一つ、固有スキルを持っています。知らぬい流忍術という、スキルで、射撃兵に与えるダメージを 5% 増加させて、歩兵から受けるダメージが 3% 増加してしまいます。で、彼女は騎兵ヒーローなので、有利な射撃に、さらに有利を取っていけて、逆に苦手な歩兵からは、受けるダメージが上がってしまう感じですね。ただ、ダメージが上がる量の方が大きいので、そこは全然問題ないのかなと思います。では次に、かけらの入手方法を見ていこうと思うんですけども、彼女は、キングオブファイターズ、コラボイベントの方で、入手することができます。無課金でも、入手自体は、簡単に行えますね。ただ、このコラボ終了後に、どのように入手できるのかは、ちょっと不明なんですけども、おそらく、新規ユーザー限定で、入手だけはできるようにするのかなとは思ってるんですけど、彼女、育成するのに、一つ問題があって、彼女のかけらを万能かけらで交換しようとすると、万能かけら2枚で彼女のかけら1枚なので、
コラボイベントで入手できるとはいえ、他のヒーローより育成は大変なのかなと思います。では、彼女のスキル上げの優先順位や採点運用ライン、そして、覚醒させるべきかについてお話ししていきたいんですけども、まずはスキル上げの優先順位ですね。彼女は運営さんのおすすめが公開されてないので、私個人の見解のみになってしまうんですけども、まずは他のヒーロー同様、レイジスキルを最優先で上げていきましょう。レイジスキル、もうめちゃめちゃ強力なので。そして2番目に上げるべきスキルなんですけども、どのスキルを上げるべきか、もう結構悩みどころです。ただ、個人的には、僅差で第3スキルを最優先で上げることをお勧めしています。なぜかというと、結局、移動速度って正義なんですよ。追撃できるか、逃げれるかっていうのに、もう大きく関係してくるわけなので。なので、第3スキルをもう最優先で上げていただいて、その次は、もうさらに優劣、第3スキルを2番目ですね。2番目に上げていただいて、その次は、もうさらに優劣つけがたいところではあるんですけども、攻撃アップしてかつ、逃げられた相手も、またターゲットできるのは結構強いので、第4スキルを3番目に上げていただいて、最後に第2スキルを上げていただくのが良いのかなと思います。そして、最低運用ラインについてなんですけども、彼女の最低運用ラインは、レイジスキルだけ、マックスにすれば運用可能です。それだけ、もうレイジスキルがぶっ壊れてるので。あと、詳しくは、後ほど話すんですけど、もう才能もめちゃめちゃ優秀なんですよ。その点からもうバンバン使っていくことができますので、もうぜひ、レイジスキルだけは、何としてでも上げていただくのが良いのかなと思います。では次に、覚醒させるべきかというところについてなんですけども、彼女は私、このゲームを長く続けていくならば、もう全ヒーローの中で最も優先して覚醒させるべきヒーローの一人だと思ってます。で、それって今までだと、汎用性の塊のルイがもう最優先で覚醒させるべきヒーローだったんですけど、もう正直それに匹敵するレベルですね。彼女を育ててるかそうではないかで、もうまず絶対的にウォーター戦争とバウンティの世界が変わります。ウォーター戦争とバウンティで、知らぬいに匹敵するヒーローはいないので。また、普通の野戦でも、格上が出張ってきたら、すぐ逃げるべきなんですけども、普通のすいません、なかなか、相手の方が、格上なわけなんで、移動速度が速いことも結構多くて。ただ、知らぬいだったら、逃げていけますし、集団戦で、ダメージ的にはあまり貢献できなくても、移動速度のデバフをばらまけるというだけで、もう十分貢献できるので、非常に優秀なのに加えて、このゲーム、覚醒させるの大変じゃないですか。で、せっかく覚醒させたんだったら、もう長く使っていきたいという方が、ほとんどだと思うんですけど、どんどん新ヒーローが追加されていくので、使われなくなるヒーローっていうのも、当然出てきてしまうわけなんですよね。例えば私だと、今日をもって、知らぬいに席を奪われた、キャサリンだったり、あとはシンシアとか、あとはリーとか、ピーターですね。ただ、この知らぬいに関しては、今後、もう唯一無二に近い性能を持っているので、もう今後、使われなくなる日が、もう来ないんじゃないかっていうレベルなんですよね。
で、彼女が使われなくなる。で、すなわち、彼女より優秀かつ、野戦才能を持っていて、かつ、移動速度のデバフをばらまけるヒーロー。このヒーローが2人実装されるかと言われたら、それってだいぶ先の話だと思うので。純粋な火力型のヒーローって、もうどうしても、インフレの波に飲まれやすくて、歩兵で言えば、アダットや、宮本。射撃で言えば、チュン。で、騎兵で言えば、ベラや、エレナ。今挙げたヒーローって、もう現状ではめちゃめちゃ強いです。ただ、1年後、2年後、ヒーローが、10人、20人と、追加された時に、もっと火力の高いヒーローって、実装される可能性が、もう極めて高いんですよ。なので、その中で生き残っていくのって、結構大変なんですけど、この白縫いに関しては、もう火力で勝負してるわけではなくて、野戦才能持ちの、移動速度デバフをばらまける。移動速度特化要因として勝負していくことができるので、もうこの先、もう本当に長く、使われるヒーローだと思いますので、もうぜひ、覚醒させていただくのが、良いのかなと思います。で、また、彼女って、野戦才能を触れるんですよ。で、すなわち、移動速度に特化させたい時の、もうリーダー要因として、もうめちゃめちゃ使っていきますので、レベル60にするのも、トップクラスにお勧めできるヒーローなのかなと思います。ただ、このコラボ期間中は、彼女の育成のみに使っていけるヒーローバッジだったり、ヒーローのかけらも入手していくことができますので、それを無駄にしないためにも、コラボ期間が終わる頃に育成を完了させるというイメージでも、全然問題ないのかなと思います。そして今、私、喋りながら気づいたんですけども、ごめんなさい。ちょっと第2スキル、基本攻撃ダメージ上がるのは、常にではなくて、スロー状態。すなわち、移動速度のデバフがかかっている時のみですね。ただ、それであっても、HP がちゃんと 20% 上がっていって、白縫いがちゃんとデバフばらまいていけるので、この他の3つのスキルと比べると、ちょっと、弱いスキルにはなってしまうんですけども、ただ、これが致命的っていうわけでは全然ないので、実質的にはこれあれですね。スロー状態っていうのを鑑みると、基本攻撃ダメージが、10%、15% 上がっていって、HP が 20% 上がるイメージですね。ただ本当結局HP 上がるだけのスキルと考えても、全然問題ないので、大丈夫なのかなと思います。ではちょっと、まだ脱線しちゃったんですけども、彼女の、才能の振り方ですね。こちらお話ししていきたいと思うんですけども、彼女は、才能の振り方が、2パターンあります。で、どんな振り方かと言いますと、彼女の強みを活かした、移動速度の、強みを活かした、火力を出せる移動速度の特化才能。そして、従来の移動速度の特化才能。この2パターンですね。まずは、従来の移動速度特化才能を見ていこうと思うんですけども、以前私が投稿した移動速度特化部隊の才能のやつとほぼ変わんないですね。その時はシンシアだったので、一般才能ではなくゾンビハンターのツリーだったので、1ポイントだけ振ってるポイントが違うんですけども、白縫いの場合は、一般才能に5ポイント振っていただいて、で、その次に、ですね、野戦才能に全突破していただいて、で、残りは騎兵部隊に振っている感じですね。
で、もう移動速度だけを純粋に考えるんだったら、この振り方がおすすめです。ただ、彼女って、従来のシンシアと違って、火力も出せるんですよ。なので、火力をある程度確保していくということで、私がお勧めしたい才能は、こちらの振り方です。こちらは、まず一般才能に、5ポイント振ってるのは変わんないんですけども、野戦才能にフルポイントを減らして、その代わりに、騎兵才能にポイントを振ってます。で、なぜ、騎兵才能、最後まで振ってるかというと、まあ、この、非スキルダメージを、上げて、減少させていける、樹皮防御が、欲しいのもそうなんですけど、最後の、こちらの投手というスキルが、めっちゃ優秀なんですよ。こちらは、戦闘開始から、10秒間、15%、余ダメージを与えるスキル、上げていく、スキルなんですけども、長期戦するんだったら、まあ、これってあんまり意味ないんですよ。ただ、彼女って、もう集団戦で、もう相手とバンバン削り合いをしていくってよりかは、まあ、ある程度、ヒットアンダーウェイで戦っていったり、ウォーター戦争やバウンティーなど、部隊がそこまで多くない戦場で使っていくのがメインなので。で、そうなると、戦闘開始後、10秒だけでも、15% ダメージを上げれるのって、めちゃめちゃ効果あるんですよ。結局、一回非戦闘状態になれば、また再度戦った時に、このスキル発動していけるので、彼女の移動速度を活かした戦い方をするのにも、もうかなり活躍できるスキルだと思いますので、非常にお勧めできるのかなと思います。で、残りのスキルは、残りの才能ポイントは、移動速度を上げていくための野戦才能ですね。純粋に速度を上げていけるのはもちろん、こちらの、迅速逃亡。こちらのスキルなんかは、スキル攻撃を受けた時に移動速度が上がっていく。すなわち、逃げやすくなるということですね。で、あとは、ダメージ免除のスキルで、非スキルダメージを 10% 減少させていけるのも、非常に強いのかなと思います。で、才能振りの、順番なんですけども、まずは、一般才能に5ポイント振っていって、その後に、野戦才能に、合計で16ポイント。こちらの、移動速度アップと、ダメージ免除。ここまで、振っていただいて、そこから、騎兵才能に、どんどん振っていっていただいて、部隊の強さを、どんどん、底上げしていって、最後まで、振り終わったら、野戦才能をまた、振っていただくのが、良いのかなと思います。では最後に、彼女の相方についてお話ししていきたいんですけど、結構私悩みました。ただ、現状、彼女の相方は、もうエレナ固定なのかなと思います。まず、候補としてたのが、エレナと、ベラと、あとは、スベンと、キャサリン。この4名だったんですけど、キャサリンは、どうしても、エレナやベラと比べると劣ってしまうので、除外。そして、スベンは、ラリーだったら、もうエレナとベラ以上の、強さがあるんですけど、普通に野戦で使うことを、今回は想定してるわけなので除外。そうすると、エレナとベラの一騎打ちになるんですけども、確かにベラ、戦闘開始時、レイジ獲得持ってて、その面だけで見ると相性いいんですけど、移動速度アップがバトル外のみかつ、ベラって、なるべくスキルを連発していって、相手に非ダメージアップのデバフをばらまきたいんですよ。ただ、知らぬいと組ませると、そうはいかなくなってしまうので、
で、エレナだったら、基本攻撃ダメージアップを、持っていて、覚醒させれば、移動速度、常に上げていけるので、で、レイジスキル自体も、もう非常に優秀なので、もう基本はエレナと、組ませていただくのが良いのかなと思います。で、基本的には、不知火リーダー。で、移動速度がもう必要ない。何百部隊がもう入り乱れる。もう超乱戦になったら、もう火力を上げるために、スキル才能ぶりしたエレナをリーダーにして使っていく。そのように運用していただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、今回は白縫さんについて、解説していったわけなんですけども、いかがでしたでしょうか？万能かけら2枚で、彼女1枚なので、育成はもう非常に大変なんですけども、もう超優秀な、スキルに加えて、野戦才能を持ってますので、もう今後、長い間、もう大活躍間違いなしのヒーローなので、ぜひ育成していただくのが良いのかなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。